おいおい、冗談でしょ。これのどこが売り上げ1位だっていうの？君、俺を舐めてんの？こんなのただのブラックコーヒーでしょ。勤め先であるカフェチェーン店の新社長は、俺の入れたドリップコーヒーを一目見るなり、そうバカにした。そして2週間で若者受けする派手な新商品を考えてこいと命令する。俺はお客さんとお店のことを考え、新社長の説得を試みたものの、逆らったとして首を言い渡されてしまった。それはありがたい。うちにとっては渡りに船だね。職を失い落ち込んだ俺のもとにかかってきた一本の電話。それにより俺と新社長は正反対の運命を迎えることになるのだった。俺の名前は辻口正樹。県内に複数店舗をチェーン展開しているカフェでバリスタとして働いている。いらっしゃいませ。ああ、辻口くん、おはよう。いつものお願いできる？開店と同時に入店したのは、店の近所に住む年配の男性で、週に3回ほど顔を出してくれる常連さんである。かしこまりました。男性の世間話に応じながらも、俺はテキパキと手元を動かす。そしてほどなく、いつものコーヒーを男性の前に差し出せば、彼はカップから立つ湯気に鼻を近づけて、香りをゆっくりと吸い込むように深呼吸した。やっぱり辻口くんの入れるコーヒーは別格だな。まず香りが違う。ああ、他の子が入れてくれるものも十分にうまいんだがね。なんというか、辻口くんのはその日の私の気分に不思議と合うんだよ。ありがとうございます。そう言っていただけて光栄です。俺の返答に男性は笑い、そのままお気に入りの窓際の席へと腰掛け、コーヒーをお供に読書を始める。この店はカフェのチェーンではあるが、現社長はその店の雰囲気や土地柄、客層などを大切にしたいという考え方で、扱う商品や接客方法などはある程度店独自の裁量に任せてくれていた。だから俺はチェーンとして決まった豆、決まった入れ方を踏襲しながらも、甘みの調整や味の濃淡などできる範囲内でお客様のその日の様子や佇まいに合わせた細かい工夫を毎回施しているのだった。常連さんといえどもその好みは千差万別で、だからこそなのか俺の入れるドリップコーヒーを彼らは気に入ってくれているようだ。そもそも俺がバリスタを目指したきっかけは中学時代に遡る。なんのことはない。当時俺には好きな女子生徒がいた。初恋だ。相手は松島奈緒という少女で、彼女の実家が喫茶店を営んでいたのだ。彼女が土曜は店の手伝いをしていると小耳に挟んだ俺は、コーヒーもろくに飲めない癖して、彼女に会いたいがためにその喫茶店へと通っていた。けれど、いざ接客する彼女の顔を見ても、内気だった俺には挨拶くらいが精一杯で、それ以外は頼んだメロンソーダをちびちびと舐めては、カウンターで立ち動く彼女の父親の姿ばかりを見ていた。俺が自身の娘目当てに喫茶店へ通っていることなど、父親、新平さんにはお見通しだったのだと思う。けれどそのうち、彼は何を思ったのか、いつもメロンソーダしか頼まない俺へ一杯のコーヒーを入れてくれた。それまで自分の中でのコーヒーのイメージといえば、苦くて黒くてまずいという三拍子しかなかった。でも、彼女の父がせっかく入れてくれたのだからと、俺は覚悟を決めてそれを一気に飲み干す。途端、俺は思わずポカンと口を開けた。それくらいそのコーヒーは美味しかったのだ。新平さんに笑いながらうまいかと聞かれ、素直にうなずけば、それから彼は毎週土曜日、何くれと俺にコーヒーのことを教えてくれるようになった。
そうして俺もいつしか新平さんのコーヒー講座を楽しみにするようになっていったのである。残念ながら中学卒業と同時に俺は親の都合で遠い地域への引っ越しを余儀なくされ、それを機に松島親子との交流も途絶えてしまった。けれど今こうして俺がバリスタとして働いているのも、すべてはあの中学時代の貴重なひとときがあったからだ。そしてバリスタとして経験を積めば積むほど、新平さんがどれだけすごい技術を持ったバリスタだったのかを思い知らされる。いつしか新平さんに追いつきたい。そして俺にとってのあの時のコーヒーのように相手の心に残る最高の一杯を提供したいという目標を胸に、俺は日々カウンターに立っているのだった。それからしばらく経ったある日、現社長の退任の知らせが俺たちの耳に届いた。俺は現社長のお客様に寄り添うという考え方が好きだったのもあり、新社長の就任とともにチェーンの方針が変わるのではと密かに危ぶんでいた。そして1ヶ月も経たないうちに新社長が早速各店舗の視察に訪れるというお達しが降ってきたのだった。あの新社長、外部からの招聘なんですよね。なんでもすごいワンマンだとかって。それ、私も聞きました。それに先に視察に入った店の子が各自2週間以内に新商品案を1つ以上出せって無茶ぶりされたみたいで。果実から精力的にチェーン店舗を回っているらしい新社長の噂は俺の元にも届いている。以前にも同業他社の執行役として勤めていたとのことで、その経歴を見込んでの招聘らしいのだが、どうもその請求なやり方がうちのスタイルと合っていないらしく、あちこちで圧力を生んでいるようだ。自身の器具が当たってしまったことにため息を漏らしながらも、俺は同僚を励ますようにして笑顔を浮かべる。とにかく新社長にはまずこの店の美味しいコーヒーを飲んでもらいましょうね。そしてほどなく新社長ご一行様が店へとやってきた。この店で一番売り上げているドリンク商品を出して。挨拶もそこそこに流行りの細身スーツをまとった新社長は神経質そうに眉をつり上げて俺たちを睨みつけてくる。彼の醸し出すピリピリとした空気に飲まれないよう、俺はことさら平常心を意識していつも通り相手にとっての最高の一杯を提供するべく手元を動かした。そして心地よい香りが店内へと広がる中、俺は入れ終わったこの店で最も多く売れているドリップコーヒーを新社長へと差し出す。お待たせしました。ご注文の品です。だが、新社長は俺の差し出したカップを一別すると、途端にムッとしたように唇を引き結び、それからこちらを見て、ふっと嘲笑った。おいおい、冗談でしょ？なあ、辻口くん？さ、君、俺のオーダー聞いてた？俺はこの店で一番売れてる商品を出せって言ったの。ただのブラックコーヒーを頼んだわけじゃないんだよ。そう言って、新社長はお手上げとばかりに大げさに肩をすくめる。そのふざけた態度に彼の取り巻きたちが愛想笑いを漏らした。けれどその時、俺の補助をしてくれていた店員がおずおずと口を開く。冗談ではないです。この店で一番売れるのは辻口さんの入れたドリップコーヒーなので。するとその言葉に薄笑いを浮かべていた新社長がふと真顔になる。そして彼は苛立たしげに眉間にシワを寄せると、はぁ？と思い切り顔を歪めて言った。なあ、この店は俺を舐めてんの？今時こんな見栄えも何もないただのブラックコーヒーで競合他社と勝負できるわけないだろうが。
辺りに漂うコーヒーの豊かな香りを蹴散らすようにして、新社長の怒鳴り声が店内にこだまする。だが、その怒声に押され顔色をなくす俺たちを尻目に、コーヒーにはわずかばかりも口をつけず、彼はそのままカップを乱暴に皿の上へと戻すと、あからさまなため息をついた。この店もどうやら大幅な改革が必要らしいね。とりあえず君ら、2週間以内に新商品を各自で一つは考えてきて。新社長の言葉に、俺をはじめとした店員たちが戸惑い気味にざわつく。だが、そんな社員の様子は意にも介さず、彼は続けた。言っておくけど、これでただのコーヒーなんか出した日にはクビにするからね。俺が言ってんのは、ラテアートとかフラペチーノとか、派手でわかりやすくて若者受けする商品のことだから。いたけだかにそう言い切られ、俺はたまらず反論を口にする。お言葉ですが、そういった見栄えのいい商品は駅前にある他社の店舗がもう出していますし、今更競合してもうちは勝てません。それに、この店舗の客層にもそういった商品はミスマッチかと。うるさいな。しかし、俺の言い分は新社長に一刀両断された。彼は煩わしそうに眉根を寄せて俺を見やると、ふんと鼻を鳴らして再び薄笑いを浮かべる。君、辻口くん？最年少で店長に昇格したって聞いたけど、何か勘違いしてるのかな？底意地の悪そうな薄い唇がにーっと俺をバカにしたようにしてつり上がった。君はあくまで俺に雇われてる身なんだよ。ただの店員が店の経営について社長の俺に何か言うとか100年早いんじゃないかな。わかった？わかったならおとなしく指示に従って。そうして彼は2週間後にまた来るからとだけ言い置き、取り巻きたちを引き連れて店を出ていく。それから俺たちはひとまず新社長の指示通り新しい商品を提案すべく試行錯誤することとなった。派手で見栄えよくつったってさ、そんなのもう他の店で出され尽くしてるんだよな。だよね。それにそんな見た目だけの商品、うちのお客様には絶対に合ってないよね。同僚の一言にその場にいた店員は力なく同意する。この地域は駅前の繁華街こそ青年層も多いが、そこから一本道を入ったら閑静な住宅地が続く。それも住んでいるのは子供が巣立った老夫婦などの年配層で、そういった人たちはこの店の落ち着いた雰囲気を好いてくれているのだ。新商品は確かに目を引くかもしれない。けれど、それで既存のお客様が離れていってしまうのであれば本末転倒である。どうしたものかと俺が思案していた矢先のこと。店に一人のお客様がやってきた。いらっしゃいませ。もしかして新平さん？すっとんきょうな俺の声に相手も芝叩くようにしてこちらを見つめ、それからその大きい目をいっぱいに見開いた。まさきくんかい？いやー、すっかり大きくなって。ここで働いてるの？はい、そうです。すっかりご無沙汰してすみません。新平さんにはあんなによくしてもらったのに。頭を下げる俺に、新平さんは軽く手を振った。いいんだよ。そんなの気にしないで。それよりも、君がバリスタになってたとは。それはもちろん、新平さんの影響ですよ。いつか新平さんが俺に出してくれたコーヒーみたいに、その方にとっての最高の一杯をお出しするのが俺の目標なんです。俺の言葉に彼は大層照れ笑いをしてから来店の理由を述べる。今度ね、
ここら辺に2号店を出す予定なんだ。支店を出すのはずいぶん迷ったんだが、まあこれも何かの縁だと思って。で、今日は近隣店を視察がてら回ってるんだよ。新平さんのお店は彼と奥さん、そしてアルバイトが1人か2人いれば回るという規模の店ではあったが、それでもお客さんはひっきりなしに訪れていた印象がある。そして彼らはみんな新平さんの入れるコーヒーのファンであった。新平さんほどの腕があれば、もっと早く2号店の話が出ていてもおかしくないのだろうが、そうか、とうとうそのタイミングが来たということか。ということで、ここのお店とはライバルになるわけだな。特にうちは本格焙煎のコーヒーが売りだから、駅前の若者受けの店よりはこちらの店舗の方がより雰囲気が近い。そう言って新平さんはいたずらを仕掛ける子供のような顔でにやりと笑うと、快活に口を開いた。さて正樹くん、ぜひライバル店のコーヒーがどんなものか私にリサーチさせてくれないか？ライバルなんておこがましいですが、せっかくですのでこの店の売り上げナンバーワンの商品をお出しします。軽く頭を下げそう言うと、俺は早速ドリップコーヒーを入れる準備に入る。立ち動くその姿を新平さんが興味深そうに眺めている気配を感じた。ただでさえ自身の師匠と言える相手へ己の入れたコーヒーを振る舞うことになって緊張しているというのに、それが敵情視察ともなればなおさらだ。だが、俺はなんとかいつも通りドリップコーヒーを入れ終わると、どうぞと彼の前にカップを差し出した。新平さんは礼を言い、カウンター席へ移動して腰掛けると、最初は香り、次にコーヒーの色合いを素早く確認し、それからゆっくりカップへと口をつける。束の間の沈黙。そして新平さんは奥の深い苦みとほのかな甘みを喉で味わうようにごくりと飲み込むと、パッと顔を上げた。ずいぶんと腕を上げたね、正樹くん。丁寧で気遣いにあふれたいい味がする。きっとこの店は周囲のお客様から愛されているんだね。ありがとうございます。バリスタを目指すきっかけとなった相手からの称賛に、今度は俺が照れ笑いを浮かべる番だった。それから新平さんはカップ一杯のコーヒーを味わい尽くすようにゆったりと楽しんでから、連絡先は変わってない？今度うちの店にも遊びに来て、などと笑みを浮かべ、俺に名刺を渡して帰っていったのである。そんな懐かしく喜ばしい再会から数日後、新社長が再来店する日がやってきた。さて、新商品は考えてきたかな？こちらを併芸するように新社長が口を開いた。同僚たちはおのおの自分なりに考えた新商品を見本と解説付きで披露していく。だが、そのどれもに新社長は何かしらの文句をつけて10面を作っていた。はぁとこれ見よがしにため息をついて、彼が俺たちを見やる。どれもありきたりでインパクトがないね。これじゃあ駅前の店には勝てないよ。で、辻口くん、最後は君の番だ。威勢のいい君なら、こちらが驚くような新商品を出してくれるんでしょ？上げ足を取る気満々の顔をしてよく言ったものだ。内心そう思いながら、俺は新商品を入れる準備に取り掛かる。そして彼の前へと差し出したのは、2週間前と同じ何の変哲もないドリップコーヒーだった。俺の差し出した新商品を見てわずかに固まった新社長は、一泊後、目をランランと開いて俺を睨む。これ、
何の冗談なの？というか、冗談じゃなかったらそっちの方がびっくりなんだけど。低く地を這うようなその小姉に、けれど俺は精一杯の誠意を持って返した。あれからものすごく考えました。そしてその結果、俺はやはりこのコーヒーで勝負したいと思います。思い出されるのは、この前新平さんがかけてくれた言葉だ。この店は周囲のお客様から愛されています。その愛に誠意と感謝と、それから自分自身が持てる技術の限りを尽くして報いたい。俺はそう思っています。自分の店員たちの、それからお客様の思いが彼に伝わるように、俺は心からそう言って新社長に頭を下げた。だが、帰ってきたのは新社長の苛立たしげな怒鳴り声。雇われの分際で君、見上げるほどに生意気だね。なるほど。そんなにやめたきゃこの場で俺が直々に首を申し付けてあげるよ。二度とその顔を見せないでくれよな。そして彼のその一言で、俺はあっけなく店を追い出されたのだった。さて、その夜、さすがにこれからどうしようかと、俺は途方に暮れていた。そして相談がてら新平さんに電話をしてみようかと手帳に挟んだ名刺を取り出す。だがスマートフォンの画面を開いたその時、電話が鳴った。驚きのあまり落としそうになったスマートフォンを慌てて握りしめ確認すれば、それは今まさしく電話しようと思っていた新平さんその人からの着信であった。もしもし、新平さん？ああ、まさきくん。連絡先変わってなくてよかったよ。こないだも美味しいコーヒーをありがとう。そうして新平さんは何の前置きもなく俺にこう言ったのだ。うちの2号店で店長として働く気はないか？え？あっけに取られる俺をどう思ったのか、新平さんはゆっくりと続ける。もちろん、どうするかはまさきくんの意思次第なんだがね。今の店を辞めるにしても急には無理だろうし、こちらとしては3ヶ月後くらいを目安に。だが、その言葉に俺は思わず割って入ってしまう。それが、俺の方は明日からでも働けます。実は今日、あの店を追い出されまして。そうして一連の出来事を俺がかいつまんで説明すれば、新平さんはわずかに苦笑いし、それから心強く賛同してくれた。うちとしてはむしろ渡りに船だよ。それに、まさきくんは誰よりもお客様のことを考えている。そういうところにも私は安心した。じゃあ、早速明日から2号店の打ち合わせに参加してくれるかい？はい、俺でよければ喜んで、責任と感謝を持って務めさせていただきます。俺はその問いに2つ返事でうなずく。すると、新平さんは最後に少しだけ含みのある物言いをした。ああ、それから、2号店で雇うアルバイトの面接も君に任せるよ。ちょうどね、土曜日のみだけど働きたいって言ってる顔見知りの子がいてね。謎かけのようなその口ぶりに俺は首をかしげたが、新平さんはそれには答えず、じゃあこれからよろしくという一言を残すと電話を切ってしまったのだった。さて、わずかばかりの疑問を残しつつ、俺は次の日から2号店の準備に追われた。店長として決めなければいけないことは山積みで、けれど俺はより最高の一杯に近づくべく研究も欠かさなかった。そしてやってきたアルバイトの面接日。
はい。では次の方。俺の合図に、はいと歯切れよく答えたその声には聞き覚えがあった。そして姿を現した女性に俺は目を向く。もしかして、なおちゃん？まさきくん、お久しぶり。かつての同級生で初恋の人は、父譲りの大きな目をいたずらそうに光らせて、それからあの頃と変わらない明るい笑みを俺に見せてくれたのだった。彼女曰く、普段はこの近くの食品メーカーで働いているのだが、せっかくの父の2号店ということで、何か手伝えないかと思い本人に聞いたら、ではアルバイトでもどうかと言われたとのこと。そして、アルバイトの面接担当は俺だと、彼女はあらかじめ父から教えられていたらしい。なるほど。新平さんのあの思わせぶりな一言はこれだったのかと、俺は今更ながら思い至る。それで店長さん、私は合格ですか？首をかしげてそんなことを言う彼女に、俺はあたふたとうなずく。はい、これからよろしくお願いします。そして、俺は初恋の人と週に一度一緒に働くこととなったのである。それから1ヶ月、2号店が無事オープンした。売りである本格焙煎のコーヒーは定番として、俺は同じ豆でも焙煎方法を変えた新商品を開発し、そちらもおかげさまでお客様に受け入れられている。また、元いたチェーン店の常連さんも、俺が店を移ったことをどこからか聞きつけたらしく、まさきくんの入れたコーヒーが飲みたいからと、こちらの店にもわざわざ足を運んでくれるようになった。この頃はネットや雑誌にも取り上げられ、新規のお客様も増えている。その一方、あのチェーン店のその後はあまり芳しくないようだった。やっぱり地域の人たちには受け入れられないみたいで、新社長がこだわっていた新しい商品も、やはりあの地域の客層とミスマッチを起こしているようで、売り上げが低迷しているというのだと、偶然に会った元同僚がこぼしていた。新社長はともかくとして、せめて元同僚たちに火の粉がかかっていなければいいと、俺は内心心配していた。だがその矢先、ある日、俺が休憩に入っていると、アルバイト店員が血相を変えてバックヤードに飛び込んできたのだ。責任者を出せと男が店先で暴れているというのだ。慌てて店内へと向かえば、そこにはなんと髪を振り乱した新社長の姿があった。俺は驚きつつも彼の前へ立つ。私がここの責任者です。すると、新社長はまずいぶかしげにこちらを見やり、それから俺の顔を思い出したのか、目をちばらせて睨みつけてきた。お前、そうか、全部お前のせいか。お前がここで店長なんてしてるから、うちは売り上げが落ちたんだ。そうだろ？お前のせいで。何かの呪文のようにそう繰り返す彼は、以前見せていたスマートさの片鱗もなく、ただただやつれ、疲れているように見える。とにかく、ここでは他のお客様の迷惑になると、俺は彼をなだめにかかった。だが、その先にアルバイトとして店内にいたナオが、俺たちの間に割って入ってきたのだ。お客様、ここには他のお客様もいらっしゃいます。お話でしたら別室でお伺いしますので。他のアルバイトがひるむ中、彼女の態度は毅然として立派であったが、どうやらその言い分は理性を失った相手を刺激してしまったらしい。うるさい！どいつもこいつも俺をバカにしやがって！そう叫んで、ナオに襲いかかろうとする新社長。その振り上げられた拳の先へ、俺はとっさに身を滑り込ませる。そして、
男性アルバイトたちと力を合わせて彼の体を拘束すると、俺は新社長に言い聞かせるようにして口を開いた。売り上げが落ちたのは他の誰でもないあなたの責任です。あなたは誰の話も聞こうとしなかった。社員やお客様より自分のやり方を重んじた。だからこうなった。それだけです。これ以上騒ぐなら警察を呼ぶと続けた俺に、新社長はぐっと言葉を詰まらせる。さらに、そこでようやく周囲からの刺さるような視線に気づいたらしく、彼は直後、俺たちの拘束を振りほどくと、ダットのごとくその場から逃げ出したのだった。それから半月が経った。俺が元いた店は残念ながら閉店してしまったらしい。それもあの店ばかりでない。新社長の請求で強引なやり方は他店舗でも同じような客離れを起こし、結果複数の店舗が立て続けに閉店の浮き目にあったという。そして新社長はその責任を取らされ辞任。人気のチェーン店を潰しかけたという残念な評価はあっという間に業界に広まり、再就職にも苦労しているようだ。やはり店の経営はいかに奇抜な商品で競うかではないのだ。すべては足を運んでくれるお客様あってこそ。俺はその思いを一層強くし、日々励んでいる。そんな風に仕事に精が出るのも、プライベートが充実しているからだ。俺は今、なおちゃんと結婚を前提に付き合っている。聞けば、彼女もあの当時から俺を憎からず思ってくれていたらしい。だが、俺が新平さんとばかり会話していたのもあって、自分には気がないのかと内心落ち込んでいたとのこと。それを聞いて俺は思った。もしかしてあれは娘に余計な虫をつけたくなかった新平さんの策だったのではないかと。まあ真実はどうあれ、こうしてバリスタという生涯の仕事に出会わせてくれた新平さんに俺は感謝してもしたりないし、彼はこれからも俺の永遠の師匠である。すべてのお客様に最高の一杯を提供する。その志を胸に、今日も俺は誠心誠意、心を込めてコーヒーを入れている。